どうも皆さんこんにちは、レジン工房です。今回はキラキラの海を作るということで、いつもはマイカパウダーのみでキラキラさせていたのですが、今回はあるものを加えてよりキラキラが増した海を作成していこうと思います。まずはいつも通りマスキングをしたボードにナチュラルサンドを使用していきます。詳しい塗り方などは第1回目の動画で解説しているのですが、今回は塗り方に少し変化を加えようと思いました。前回は筆をトントンと叩くように塗り広げていたのですが、今回は最後に筆でなぞって模様を作成してみました。乾燥したら再びナチュラルサンドで2度目の塗りを行っていきます。2度塗りをする理由は砂のザラザラ感を増やしたいということと、沖の方の高さを出したいと思ったためです。再び乾燥を待ちます。次の工程ではいつも通りレジンを作成していきます。今回は1層目と2層目は基本的に作業が同じなので、2層目のみの映像で進めていきたいと思います。レジンの量はだいたい2層目なので 45g で作っていきます。混ぜ残しがないようにしっかりと混ぜていきます。いつも通りシュプリームホワイトを使用します。棒の先にちょこんとつけてレジンとしっかり混ぜ合わせていきます。そしてこちらが今回の主役であるキラキラの素ラメパウダーです。さらに前回に引き続き再登場の調味2スプーン、こちらを1杯程度入れていきます。さらにいつも通り青のマイカパウダーも加えます。青がもう少し欲しいと感じたので、もう一杯青のマイカパウダーを追加します。夏で暑いのでこれくらいの粘土で大丈夫です。いよいよレジンを流していきます。結構トロトロだと思うんですが、この日の気温は30度に近かったので早めにレジンを流しました。しっかりと穴が開かないようにレジンを流していきます。そしたらヒートガンで気泡を抜いて表面を平らにしていきます。続いて白レジンを流していきます。
一度ヒートガンの弱でレジンの流動性を高めた後、ヒートガンを強にして一気に飛ばします。この時、先端のもやもやっとした部分も弱で広げてあげます。はい、波を飛ばした直後がこのような感じです。波の先端の方も綺麗にセルができていて、全体的にキラキラとした海ができました。さて、今回のまとめに入りたいと思います。今回はキラキラとした海を再現するということで、ラメパウダーを使用してレジンアートを作成しました。ポイントとしては、いつものレジンアートにラメパウダーを加えるということ。夏場ということもあるので、粘度が上がりすぎないうちに作業を開始するということ。波をヒートガンで飛ばす際には、波の先端がもやもやっとした部分をヒートガンの弱で飛ばしてあげることの3点です。特に粘度が上がりすぎないうちに作業を開始するということはとても重要で、エポキシ樹脂を扱って約3年経ちますが、そんな私でも未だに犯してしまうことがあるようなミスです。一度粘度が上がりすぎると、綺麗な波が作れなくなってしまうので、十分に注意してください。おそらくレジンを扱っている方の中ではあるあるなのではないかなと思います。以上のことに気をつけて、ぜひキラキラのレジンアートを作成してみてはいかがでしょうか。今回は最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。今後もレジンに関する有益な情報をアップロードしていきたいと思いますので、評価、チャンネル登録をして応援していただけるととても嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。